皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画は約1年ほど前に出した動画の続編という形になります。1年前に出した動画というのは、私の両足の股関節を人工関節に入れ替えましたという、手術の動画になっています。その動画に最近でもコメントをいただいたり、質問をいただいたりという形が、ありましたので、今回ですね12月に1年検診に行ってきましたので、その内容も含めて、また、私の母は、片側の股関節を、人工関節に75歳の時に入れ替えておりますので、その内容も含めて、編集してみました。これはあくまでも私や私の母の体験に基づくものです。万人に共通するものではありませんが、股関節の痛みで現在悩まれている方にとって少しでもお役に立てればなという思いから作成してみましたので、ご覧いただけると嬉しいです。今回の動画はこちらのような形になっています。1番目としては、痛みが起き始めた頃のはどんな状態だったかということですね。2番目としては、病院を探した時の選ぶ自分の重視したポイントを述べています。そして3番目、手術を決めた時の状態がどうだったかということですね。4番目としては、術後の状態、今現在の状態も含めてお見せしたいなというふうに思います。そして5番目としては、手術のタイミングや人工関節に関して先生に伺った内容を述べています。そして最後の最後なんですけれども、実際に私の傷をお見せしようと思います。これは術後すぐの時の傷と、それから抜歯の時の傷、そして今現在の傷の状態をお見せしたいと思いますが、ちょっとそういう傷は見たくないなと思われる方もいらっしゃると思うので、最後の最後に閲覧注意という文字の後にお流ししようと思います。苦手な方はその閲覧注意が出てきたら、見るのをやめていただけたらなというふうに思っております。ただ、どんな傷になっているのか見たいなという方は最後までご覧いただけるといいと思います。よろしくお願いいたします。1番目として、痛みが起き始めた頃の状態はどんなだったかというところですけれども、私自身は、若い頃ですね、結婚する前まで、ハーフマラソン、フルマラソン、ウルトラ100キロマラソンなどを走っておりましたので、足腰にはとても自信があったわけです。そして結婚後、家庭に入って、運動をしなくなって、体重が増えて、それを気にしてダイエットのつもりで少し走ってみたり、そういうような、生活をしておりました。ところが、ある時からなんか普通に歩いていても急にこの股関節が右も左も突然ギクッとこう痛くなるんですね。でそうすると一歩も歩けなくなって、しばらくそのままの状態でいて、時間を置くと嘘のように歩けたんです。全く普通に。なんで病院に行くほどじゃないけど、なんか激痛走るなぐらいに最初は思っていました。その頻度がだんだんこう短くなってきて、起きる頻度がですね、なんか嫌だな、でも病院に行っても痛くて行くわけじゃなくて、その治った状態で行くわけですから、説明できないしななんていうふうに思っていました。でその頃ですね、私の母がなんかもう股関節が痛くてどうにもならないのって、なんかいい病院ないかしらねっていう相談を受けたわけです。私自身もなんか違和感を覚えていたので、だったら一緒に受診してみようかなと思って病院を探し始めようかなとし
したところがきっかけになります。2番目として病院を探すときに重視したポイントということになりますけれども、私は、神奈川県の横浜に住んでいます。母は茨城県の土浦に住んでいます。ということはこの2カ所から通える範囲でないとダメだなというところなんですけれども、股関節の名医という形で検索すると北海道の先生が出てくるのは、ご存知の方も多いかと思います。ただ北海道ですと通うことはできないので、私は最初から除外しておりました。で、この近郊でですね、探した中で、どの病院でも股関節の手術をしてない病院はほとんどないと思います。ただ私が探した病院は、大抵の病院が、術後に、かがんではいけませんとか、あるいはこういうスポーツはしてはいけませんとか、こんな姿勢をとったらダメですよっていう術後の禁止行為っていうんですかね、そういうのが結構書かれている病院がほとんどだったんですね。なんでこれだと私も母も走ることが好きだから、これは、手術したら走れなくなっちゃうんだな、そう思ってなんとかそういう、禁止項目がないような手術はできないものだろうか、そう思って、さらに調べたわけです。そしたら、茨城県の水戸にある北水会記念病院というサイトに出会いました。そこの、平沢先生という先生が書かれていた内容で、術後は禁止項目は一切ありませんよ、何でも好きなことしてくださいね、そういう文章があったわけです。これでここしかないなって、正直もう私も母ももうここしかないから行ってみようということで、早速母と2人で受診したという経緯があります。3番目として、手術を決めた状態というところですけれども、2人して受診した時に2人とも、母は右側の股関節、私は両足の股関節がもう手術レベルに悪くなってるねという診断をいただきました。ただ、母の場合は仕事をしていなかったのでよかったんですが、私の場合は、仕事をしておりますので、片側で2週間、両足だと1ヶ月、早くて3週間と言われたわけです。3週間をお休みさせていただくっていうのはとても無理だなと思いましたので、私はもうちょっと様子を見ようと思っていました。そして母の方は75歳という年齢ですし、仕事もしておりませんので即手術に踏み切ったわけです。母の術前と術後の、レントゲンはこちらの方に今出していると思います。レントゲンですのでちょっと左右見にくいと思いますが、向かって左側が右の股関節、右側が左側の股関節という形になります。左側の股関節を見ると、軟骨がきれいに残っているのがわかります。この状態ですと動かしても痛みがないわけですね。ところが、右側の股関節、逆側ですねを見ると、もうほとんど隙間がなくなっているというのがわかると思います。なんで、この状態で動かすと痛みが走るという形になるわけです。なので、術後のレントゲンが下になりますけれども、人工関節に入れ替えたという形になります。もうこの状態で、約2週間ですね、入院で退院した後、退院してから2週間ちょっとぐらいで、スポーツクラブに復帰して、で、リハビリも兼ねていつものように運動をしておりましたけれども、今現在ももう、スポーツクラブが休館日の時以外は毎日毎日皆勤賞のようにしっかりと、体を動かして、お友達と楽しい時間を過ごしているという状況になっています。今現在の母の様子は後から一緒に見ていただこうと思います。一方私の方はですね、痛みが頻繁に起きるようになっていきました。で、先生にあまりに痛いので、右側を1年目でやっ
て2年目で、左側をやってという形で、別々に手術をしてもらう方法はどうだろうかというふうに提案したんですけれども、先生がもちろんそれでもいいよって、だけど痛い思いをするのは1回でいいんじゃないのっていうふうに言われまして、確かにそうだよなと思いながらまた、様子見をしていたわけです。ところが、2021年の4月あたりから本当にもう歩くことが苦痛になってきて、で夫に杖を買ってもらって、両足痛いので両方でついていてもぐらっとして転んではいけないので、片方を杖、片方は手すりとか片方を壁とか、そういう形でとにかくゆっくりゆっくり歩きながら仕事をしていたわけです。でその状況を社員の人たちも見て、もうここまで来たら1ヶ月でもいいから手術しておいでよって、今まで散々我慢したんだからもういいんじゃないって、みんなで何度かするから安心して、手術してきていいよって、そういうふうに言っていただいて、夫の方ももう無理だろうって、手術してこいっていう形になったので、もう手術をさせてもらおうっていうふうに決めたわけです。今こちらの方に、手術の前と後のレントゲンが出ていると思います。もう左右とももうないですよね。軟骨の部分も全くないです。で特に私の場合は月が浅いっていうんですかね、女性には多いと思うんですけれども、完全に股関節と大腿骨とがこう重なっている感じだと普通なんですけれども、私の場合はちょっと外側に入っていて、月がここが浅いんですね。それでなおかつ、軟骨がなかったので、こう当たり具合がひどくて余計激痛が走っていたようです。そういう経緯もありましたね。で手術をして翌日から、車椅子に乗ってもうリハビリが始まったわけです。でその詳細に関しては、前回の動画に出ておりますので、そちらをご覧いただけたらいいかなというふうに思います。4番目として術後の状態ですね。今の状態はどうかというところです。12月の10日にですね、1年検診という形で行ってきました。本来なら夏なんですけれども、夏はちょっとコロナが爆発しておりましたので、ちょっと電車で通うのも怖いなというところで、今回ですね、12月に行ってきました。その時のレントゲンの写真は、あります。こちらの上の方が手術をした時のレントゲンの写真ですね。で、1年後のレントゲンの写真、こういう形になります。でこれはしっかり変わらず、どこも違和感がなくぴったりと体にフィットしてますよっていうのがわかると思います。そして、母と同じ日に、手術をした、富岡さんっていう方と、研修の時にお会いしたので、実際みんなで今の状態を撮影してみましたのでご覧ください。まず歩いています。普通に歩いていると思います。私は両足ですが、母や富岡さんは片側なんですけれども、左右均等でどちらをやったかがわからないような状態ではないでしょうか。またちょっと軽く走ってみたりもしました。また、関節周りですね、こう動く可動範囲も、右側も左側も、外回しも内回しも問題なくできています。可動範囲もしっかりと普通にあります。そして富岡さんはちょっとお茶目な方なので、金ちゃん走りもやってもいいよっていう形でやってますけれども、こんな動きでも普通にできています。手術のタイミングというのは人それぞれ違うんだよって先生に言われました。で痛い、もう痛くて動けない、もうこれはもうしどきであることには間違いがないということですね。ただ人によって例えば仕事があるとか、両親の介護があるとか、なかなか時間が取れない人っていっぱいいますよね。
ですから、それでどうしてもダメっていうならば年齢でできなくなる手術じゃないということです。私は58歳でやりました。で、母は75歳で手術をしています。中には90代で手術を受ける方もいらっしゃるそうです。先生が実際に手術をしてその、90代の方も元気に退院されたそうです。なので年齢は関係ないということですね。また、この中に入っている体の中に入っている人工関節に関してですけれども、どのぐらい持つんだろうって先生に言ったんですね。聞いたら、そしたら先生は、使い方にもよるだろうけどね、まだこの新しい素材になってから、昔の素材とは違うので今新しい素材になってからまだダメになったっていう例がないんだよね。だからどのぐらい持つかっていうのがわからないのが正直な話だと言ってました。なんで20年30年持つとして、私が58でやりましたから68、78、88、もしかしたら30年って言われたら88でダメになる可能性もあるけれど、そしたらその時にまた、入れ替えて手術をすればいいのかなという感じでは思っていますが、できるだけ大切に大切に使っていきたいなというふうに思っています。今回の動画の編成で今現在ですね、股関節の痛みで悩まれている方に参考になった部分はありましたでしょうか。私なりに私が悩んだ時に考えた内容をできるだけ分かりやすく編集したつもりです。お役に立てたらよかったんですけれども、いかがでしたでしょうか。これからですね、最後の最後に閲覧注意として、私の傷をお見せいたしますので、苦手な方はここから先はご遠慮ください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。股関節の痛みで悩まれている方が一日も早くその痛みから解放されることができますように祈っております。